遺憾の実機が大好評。PV は多くの人が死んだと感じた。でも本当でしょうか？ PV を理解していないからです。次に PV の内容を分析するためにあなたを連れて行きます。隠された秘密を掘り起こす。ビデオの冒頭には高層ビルが登場する。この建物を戦闘棟と呼びましょう。次は移行です。イボン骨董屋の1号台中止ナナリーが登場。キャラクターや世界観、ゲームプレイについて。風は前回の朗読で紹介されました。ここでは詳しく述べない。すぐに高層ビルの幻影化の場面が現れた。ここに注意が必要。この時点でイカ現象が起きた建物。以前の戦闘機ではない。PV の後ろにジャンプできます。スローダウンすることでイカ塔の隣にあります。曲線型の効果がある。戦闘塔の前の効果は直線型で、それだけでなく、周囲の環境と両者の相対的な位置も対応していない。これは幻想塔の典型的な欺瞞的な繊維です。同じシーンのようです。現実は火を変えた。以下は公式サイトよりも多くのポスターを表示します。前のビデオで、風はポスターに隠されたコードを見つけました。これらの公式サイトのポスターは多くの人が読んだはずです。気づいたかどうかは不明。すべてのポスターには番号が隠されています。クレイジーキャットは167、レオン家は147、レーシングカー改造店は387、アナウンサー募集は199。ポスターも同じです。コード159。SCP 財団との世界観。再びハンマーを取る。面白いのは公式サイトの自動車修理店のポスターです。背番号は387。約数の和は386。車の改造店に隠された2つの類似したビジョンがあるか。ここにあるポスターは無意味ではない。PV の最初の段落の内容です。ミッドナイト中黒グラフィティのスケートボード。遺憾の世界で異常な出来事はしばしばビジョンによるものです。この期間限定の検証依頼はスケートボードのビジョンのための指名手配です。100万人は雇用者の怒りを抑えられない。今では200万人に増えています。ナナリーの精神が強いのも不思議。しかしそれは重要ではない。この検証ポスターには小さな文字が書かれています。需要提供。後ろの字は覆われている。無実の人を殺すことは許されない。前の記事中傷風の話です。遺憾は人間とビジョンが共存する世界。世界観は SCP 財団のものです。ビジョンに対する人間のアプローチは需要と排除です。遺憾にはもう一つの道がある。合法的な居住者になれる。骨董屋のタギドのように。料理店のたこ焼き。エデンのアパートの執事、親愛なるマスター、お帰りなさい。私はエデンのアパートに用意されているプライベート執事です。この行の小技からわかる。内部には人権もあります。勝手に消滅させることはできない。次はナナリーの章です。遺憾の中で特定の指標があります。ビルトハイマーチとは現在は意味がわからない。実際のデモから見ると異能者はビルトハイマーチの変動によってビジョンを追跡するために、これは正当なビジョンですか？何らかの手段で正常な値を保証されている。するとナナリーはスケートボードの居場所を見つけて、この男はすぐ近くに隠れているはずだ。しかしセリフに問題がある。スケートボードのビジョンが近くに隠れているという。彼女が立っていた場所と戦闘棟の距離から少なくとも半分の都市で近くに電話するには。その後画面を回す。スケートボード幻が登場。プロデューサーからのメッセージで紹介されています。真夜中の落書きのスケートボード。視点から見るとスケートボードは壁に取り付けられます。この時期では多くの人々はナナリーが壁に登ることに驚いた。しかし役割に縛られる能力も心配です。でも心配しないで。今は拡張プレイを待つ必要があります。例えば壁の上にスケートボード。このビジョンが受け入れられた後、プレイヤーはこの能力を使用できますか？可能であれば。ナナリーの能力は必要ありません。スケートボードは空中ワルツを楽しんでいます。そこでナナリーに狙われた。この時点で注意。ナナリー駅は地上ではない。オフィスビルの側面壁です。その後両者は追撃戦を行った。ナナリーは骨董屋の柱の1号だった。スケートボードは殴られるだけです。あなたが私を追いかけたサイクルの中で、スケートボードビジョンはついに軌道に乗った。一本の列車に向かって簡単に回避できます。しかしナナリーの追跡からは逃れられない。スケートボードのビジョンは全ての方法で設定されたトラップに行く。そこには頭上のテレビに映っていたカワウソ。骨董品店のメンバーでもある。通称はタギド。スケートボードのビジョンは明らかに怖かった。すでにここに待ち伏せしていた朝霧の音がタギドールを追い払った。800ポンドの幻のハンマーを取り出します。爆発後に終了。通行人の反応を見ると、異能者は幻との戦いに慣れてきた。花火を楽しんでいる。これが PV の最初の部分です。イボン骨董店のスケートボード幻への追撃戦。200万ドルを獲得。骨董品店が再開できる。本当に嬉しいです。次は第2弾落です。3人の美少女は特殊収容台の毛糸玉を持って現場に駆けつけ、現の管理局が欲しいのは急ぎ料金の徴収に間に合うか。彼らの会話から彼らはビジョン中黒オーソリティに属していないことがわかります。骨董品店でもない。彼女たちは遺憾の第三者陣営ボイドゴーバス。これはかつて働いていた従業員の爆発です。
彼らの仕事は傭兵のようです。効率を優先してお金を稼ぐ。車の中の3人は、帽子をかぶった女性、特殊な収容体を持った小泣けの女。豪烈で気負う欲女と意外にもならないとは。おい、事故が来た。残念ながら事故に遭いました。この事故は後の実機デモの鬼火バイクです。帽子の女性、アクセルをまっすぐ踏む。ブレーキは不可能です。ドリフトだけが運転の難しい理由です。確かに、帽子をかぶった女性の素晴らしい車が流れ始めた。特別収容所は撤去された。ちょうどその時に翼の女が命じる。自分で配達することにした。彼女はジャンプして特殊収容台の毛糸玉を受け取った。その後オートバイが呼び出された。緊急料金が必要です。聞いたかどうかはわからない。慌てて現場へ向かう。この時点でレンズ切り替え。別のトリオが登場。病気の女性は上司の電話に続く。会議は5分後に始まる。3人は合理的な説明をした方がいい。会議が始まる。まだ到着していない。病気の女の胸には1枚の考察がある。この3人はビジョン中黒オーソリティの能力者であった。または公式組織です。病気の女性は携帯電話の音を無視する。すぐに拾った。この時点で後方に突然状況が現れた。二重の馬のローリーは空から落ちた金貨に襲われた。それから彼女はミントを見た。あ、ミント。ミントは幻の管理局収容2組の予備骨格である。彼女はビジョンの暴走に対処するためにここにいる。3人の目で見てください。通りで爆発。3人の目はすぐに鋭くなった。スポットライト電力で現場を照らす。次は生放送に切り替えた。人だけでなく見えます。ビジョンも怖がって逃げ出した。通りの真ん中に幻の怪物がいる。コインに囲まれている。ローリーの金は彼の手から来た。ミントは遠くから早く走ってくる。姿が交錯する間に抜刀切りがやってきた。猫はまだ快適ではない。そしてミントは再びマッサージを始めました。虎のように振る舞う。出力は5を超えない。すぐに息をした。特別収容所はまだ来ていないのか？はい、特別収容所です。彼女はビジョンを整理するために。翼が遅い。美しいロングショットがミントの手にウールボールを渡した。ウールボール、金貨、大きな猫、あなたは何を思い浮かべますか？風が暴走を疑う幻は招き猫。それを攻撃すると本当に金貨が爆発する。病気の女性は誇りを見る。興味もない。白人男性はローリーを助けに来ました。特別収容所の後、ミントもうまくいきました。金貨には F 文字が刻まれている。ちょうど遺憾の通貨ファンスに対応する。これで第2段落の内容を締めくくる。次は第3段落です。ゲームの戦闘でも。右端は骨董屋の執事。実際のゲームでは鏡を拭いている。左がナナリー。左は早切り。一番左に立っている人は2人いる。骨董屋の警備員。骨董屋の謎の店主。キャラクターの戦いがビジョンと結びついていることがわかります。早朝切りはビジョンを武器にする。ナナリーはビジョンの力を使う。家政婦はビジョン協調攻撃を呼びかける。ミントのビジョンも強さを高めます。最後に登場する人物はゼロ。現在最も可能性の高い主人公。最後に1人登場した。でもよく見えない。彼女は凶暴だとしか思えない。最後に彼らは映画のビジョンに直面した。ビジョンの前には部屋を暗くしてください。見た目からも映画との関係がわかります。映画関連の仕事をしていると思います。その後転換期を経て里世界へ。ここのシーンは現実ではない。机と椅子が宙に浮いている。その上にはまだ閉じた目がぶら下がっている。これらの要素は全てフォローアップできます。建物を覚えていますか？その上には円形のような形があります。それは目ですか？実際に行ったシーンは学校です。これは全てメレディスの物語と関係があるのでしょうか？宇宙の揺らぎとともにシーンに亀裂が現れた。帽子をかぶった少女が出てきた。遺憾の世界で知られているのは表裏2つの世界だけだ。彼女は外から来た。彼女の到着とともに上の目が開いている。彼女と目の関係は何でしょうか？帽子を調整した。その後別の亀裂が開いた。言ってもいいよと言われました。この観点から見ると彼女が話している人が主役です。なぜ主人公は異世界にいるのか。これがゲームの始まりです。それとも真ん中は閉じ込められているのか？帽子の女の子は友達か敵か？レンズとともに私たちはまたメートロシティに行きました。メートロ市は2つの地域に分かれている。最も遠い地域の建物。カメラは戦闘塔の近くに移った。こちら側のみ高架レールがあります。視点を変える。私たちは地図の境界にいます。カメラはすぐに後退し始めた。遠くに咲く花火が見える。このシーンは冒頭にも登場する。カメラは動き続ける。写真の右側にはイカ島が現れます。上には英語の文字列が見えます。カメラは動き続ける。私たちは橋を渡って別のエリアに行きました。このエリアは実機で文字のエリアです。メダルロには2つの橋がある。これには鎖がない。
視点が続くと、購入した家を見渡す。レオン中黒インターナショナル傘下のエデンのアパート。アパートの左側には猫がいます。ペットも飼育できます。カメラが続くと、エデンのアパートが見える。私たちがいたエリアは7階でした。4階と7階だけが内装が見えます。7階に住んだ。4階に住んでいるのは誰？これで目白市は完成しました。都市計画を学んだというプロデューサー。私は信じています。私はエヴァから学んだと思います。エヴァのプロデューサー庵野秀明。好きなのは様々な電柱をデザインに配置することです。本当に学びの本質です。リンクの準備はできていますか？その後昼夜展示が始まった。今回は単独モデルの恩恵を受ける。スタッフも筋肉です。空の雲は変わります。街灯も時間とともに変わります。大世界の光の創造は時間によって異なる効果を示す。光はまっすぐいっぱいです。最後に小さな黒猫を持つミントの写真。これは PV の後ろにある卵です。猫のビジョンはついにクリアされました。理解できる人は少ないでしょう。PV の内容はこちらから。次回は遺憾の実機がどれだけ隠しているかを分析します。クラウドプレイヤーがクラウドでマップを実行する方法を見てみましょう。さて、今期はここまで。別のタワーを体験するための風を見てください。